今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。ゾクゾクするホラーの物語を聞きながら、心地よい眠りへと導かれます。この動画は、ホラー、オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部。では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。レアの訪れ。歩の家族は、父の仕事の都合で3度目の転勤を経て、北関東の新しい家に引っ越してきた。転勤生活に慣れているとはいえ、新しい環境に少しの緊張と興奮が入り混じっていた。家族はそれぞれ新しい生活に順応していく。母の和子は特別な能力を持っていた。幼い頃、夜中にはっきりと白い霊が見えたことがあり、それ以来霊感が強いと自覚している。新しい家でも、和子は何か不思議なものを感じることがあったが、家族に心配をかけないよう口に出すことはなかった。新しい家は古いが、どこか懐かしい雰囲気があった。和子は引っ越しの片付けをしながら、ふと何かが後ろにいるような気配を感じることがあったが、それを深く考えることは避けた。家族が新しい生活に慣れるためには、まず自分がしっかりしなければならないと決心していたからだ。歩は新しい学校に通い始めた。転校生としての最初の日は緊張したが、友達もでき、新しい環境に徐々に馴染んでいった。家族全員が新しい生活に順応していく中で、和子の霊感だけが唯一の心配事となっていた。和子の霊感は時折鋭く働き、家の中で何か不思議なことが起きる前兆を感じることがあった。しかし、彼女はそのことを家族に話さないようにしていた。和子は幼い頃に見た白い霊の存在を思い出しながら、これから起こる出来事に備える覚悟を決めた。歩は高校受験を終え、来年受験の弟に自分の部屋を譲り、妹と同じ部屋で生活を始めた。新しい部屋の配置は、西側に入り口があり、歩はそこに足を向けて寝ることになった。左隣には妹の布団が並んでいる。歩は新しい生活にすぐに慣れ、毎日を過ごしていた。妹の七子と同じ部屋での生活は、最初は少し戸惑いもあったが、次第に慣れていった。七子は元気いっぱいで、歩にとっては癒しの存在でもあった。新しい部屋での生活は、二人の兄弟にとって新たな絆を深める機会となった。新しい部屋に引っ越してから数週間が経ち、歩は日常生活の中で不思議な出来事に気づくようになった。ある夜、ふと目が覚めると、部屋の隅に人影が見えた。最初は夢かと思ったが、その影は次第に明確になり、歩はその場で凍りついた。誰？歩の口から思わず言葉が漏れた。しかし、その影はすぐに消え、部屋は再び静寂に包まれた。翌朝、歩はその出来事を家族に話すべきか迷ったが、結局黙っていることにした。その後も、歩は夜中に何度か同じような現象を体験することになった。ある時は、誰かが自分の肩を優しく撫でる感覚に襲われた。また別の時は、遠くから聞こえるかすかな囁き声に目を覚ました。これらの出来事は、歩にとって不安と同時にどこか懐かしさを感じさせた。母の和子もまた、家の中で異変を感じていた。彼女は、歩の部屋で起こっている出来事に心当たりがあった。和子は若い頃、似たような体験をしていたため、
歩が霊的な存在に触れていることを直感的に理解していた。ある日、和子は歩にこう言った。もし何か不思議なことがあっても、怖がらないで。きっとご先祖様が見守ってくれているのよ。歩は母の言葉に勇気づけられ、それ以降、夜中の不思議な出来事にも少しずつ慣れていった。ある日の授業中、歩は祖父が入院したという知らせを受けた。急いで家に戻ると、家族全員で病院に向かった。祖父は昏睡状態にあり、そのまま目を覚ますことなく静かに息を引き取った。歩は祖父の手を握り、涙を流しながらその最後の瞬間を見守った。病院の一室は静寂に包まれ、家族は祖父のベッドを取り囲んでいた。歩は祖父の顔を見つめ、その温かい手を握りしめた。祖父はいつも優しく微笑み、歩に様々な話をしてくれた。歩にとって祖父は特別な存在であり、彼の死は深い悲しみをもたらした。祖父の死は家族全員にとって大きな打撃だった。特に和子は、父親である祖父の死を深く悲しんだ。彼女は霊感が強いため、父親の魂がまだこの世に留まっていることを感じ取っていた。和子はその夜、祈りを捧げ、父親の霊が安らかに眠れるよう願った。葬儀の夜、歩は部屋の窓辺に白い蛾が現れるのを見た。蛾は静かに飛び回り、まるで何かを伝えようとしているかのようだった。歩はその蛾が祖父の霊だと直感的に感じ、心の中で、おじいちゃん、ありがとう。とつぶやいた。その夜、歩は不思議な安堵感に包まれて眠りについた。数日後、歩は金縛りにあった。全身が動かなくなり、恐怖が彼を襲った。首だけを動かすと、部屋の片隅に白い老人の姿が見えた。歩はその姿が祖父だとすぐに分かった。祖父の霊が自分を見守ってくれているのだと感じ、恐怖は消えていった。おじいちゃん。歩は心の中で祖父に語りかけた。祖父の姿は穏やかで、まるで、大丈夫だよ。と言っているかのようだった。その瞬間、歩は安心感に包まれ、再び深い眠りに落ちた。翌朝、歩は母と妹に昨夜の出来事を話した。和子は少し寂しそうにしながらも、歩の話を静かに聞いていた。おじいちゃんが来たんだね。と和子は優しく微笑んだ。この経験が歩にとって初めての心霊体験だった。和子は昔、父と一緒に暮らし始めた頃に体験した不思議な出来事を思い出し、歩に話して聞かせた。和子の話を聞きながら、歩は自分が家族と共にあることを強く感じた。日常生活の中で、歩は祖父の霊の存在を感じることが多くなった。夜中に目が覚めると、部屋の隅に祖父の姿を見かけることがあった。歩はもう恐怖を感じることはなく、むしろ祖父が見守ってくれていることに安心感を覚えた。ある夜、歩は再び金縛りにあった。全身が動かなくなり、目を開けると祖父の姿が見えた。祖父は静かに微笑み、歩に何かを伝えようとしているようだった。歩は心の中で祖父に話しかけた。おじいちゃん、ありがとう。僕は大丈夫だよ。その言葉に、祖父の姿は静かに消えていった。歩は祖父の存在を感じながら、再び深い眠りに落ちた。霊的な体験を通じて、歩は家族との絆を再確認することができた。和子もまた、父親の霊が家族を見守っていることに感謝の気持ちを抱いた。歩は祖父の存在を感じながら、日々の生活を大切にするようになった。季節が変わり、秋が訪れた。家族は祖父の命日に祠を訪れ、祖父の霊を慰めるための儀式を行った。
歩は祠の前で静かに手を合わせ、祖父に感謝の気持ちを伝えた。おじいちゃん、ありがとう。僕たちは元気でやっているよ。祠の周りには美しい紅葉が広がり、風が静かに吹いていた。歩はその風に祖父の声を感じながら、家族と共に新たな日々を過ごしていく決意を新たにした。こうして、歩の家族は新しい生活とともに、霊的なつながりを感じながら日々を過ごしていった。祖父の存在は、これからも家族の心に生き続けるのだ。歩の家族は、新しい生活に慣れ、再び平穏な日常を取り戻していた。毎年秋になると、家族は祖父の命日に祠を訪れ、祖父の霊を慰める儀式を行うことが恒例となった。祖父の存在は家族の心に深く刻まれ、日々の生活に温かさをもたらしていた。歩は祖父の霊が見守ってくれていることを感じながら、新しい学校生活に励んでいた。霊的な体験を通じて、家族との絆が一層深まり、祖父の存在が家族全員にとっての励みとなった。和子もまた、父親の霊が家族を守ってくれていることに感謝し、毎日を過ごしていた。彼女は霊感が強いゆえに、日常の中で不思議なことを感じることが多かったが、それを家族に話すことはなかった。しかし、心の中では父親の存在を常に感じていた。ある日、和子は兄弟たちに言った。私たちの家族はいつも一緒にいるのよ。おじいちゃんもきっと見守ってくれているから、何があっても大丈夫よ。歩たちは母の言葉にうなずき、心の中で祖父に感謝の気持ちを捧げた。季節が巡り、再び春が訪れた。家族は庭で新しい花を植え、祖父の霊に感謝の気持ちを伝えた。歩は庭の一角に小さな花壇を作り、祖父の好きだった花を植えた。おじいちゃん、この花を見ていてね。僕たちは元気でやっているよ。花壇には色とりどりの花が咲き誇り、家族全員の心に新たな希望をもたらした。こうして、歩の家族は霊的なつながりを感じながら、新しい生活を続けていった。祖父の存在はこれからも家族の心に生き続け、彼らを見守り続けるのだった。呪われた影のささやき。小学校2年生のかな子は、初めての金縛りに遭遇した夜を鮮明に覚えていた。深夜、突然体が動かなくなり、息苦しさに襲われる。目を開けると、部屋の隅から黒い影がじっとこちらを見つめていた。その影からは冷たい風が流れ込み、かな子の心臓は恐怖で凍りついた。助けて。と心の中で叫んでも、声は出ない。影は徐々に近づき、かな子の目の前で消えた。その夜以来、かな子は夜が怖くなり、毎晩悪夢にうなされた。両親には、ただの悪夢だよ、と言われたが、かな子にとっては現実の恐怖だった。かな子の部屋は2階の一番奥にあり、夜はいつも静まり返っていた。その静寂が余計に恐怖を増幅させた。ある晩、かな子は再び金縛りに襲われた。冷たい感触が体を包み、息が詰まる。目を開けると、再びあの黒い影が現れた。影はじっとかな子を見つめ、徐々に形を変えていった。黒い霧のようなものから人型へと変わり、その顔が徐々に見えてきた。まるで恐怖そのものが形を成したような顔だった。かな子は目を閉じて、消えて。と強く願ったが、影は消えるどころかますます近づいてきた。その瞬間、かな子の耳元で冷たいささやき声が聞こえた。
お前を見ている。ずっと見ている。その声は女性のものだった。かな子の心臓は激しく鼓動し、全身が硬直した。声は続けて囁いた。逃げられない。突然、部屋のドアが開いて母親のユキが入ってきた。かな子、大丈夫？その声で金縛りが解け、かな子は一気に体が自由になった。ユキの顔を見て、涙が溢れた。怖かった。お母さん。あの影だ。ユキはかな子を抱きしめ、もう大丈夫だからね。と優しく言った。しかし、その夜以来、かな子は夜になると恐怖に包まれるようになった。影は消えず、かな子を見つめ続けていた。部屋の隅で、冷たい風とともに囁き続ける影の存在は、かな子の心に深い恐怖を刻み込んだ。中学校に進学したかな子は、またしても金縛りに襲われるようになった。以前の恐怖体験がトラウマとなり、夜になると不安が募った。ある晩、かな子が眠りにつこうとしたとき、再び体が動かなくなった。冷たい感触が全身を包み、呼吸も困難になる。目を開けると、部屋の隅にあの黒い影が現れた。今回は影だけではなかった。影は部屋中を漂い、不気味な囁きを耳元で囁き始めた。ここにいる。ずっと見てるよ。その声は次第に母親の声に似てきた。恐怖で動けないまま、かな子は金縛りが解けるのを待ったが、影は消えることなく、母親の形を取り始めた。影が母親の形を取ったとき、かな子は混乱と恐怖の狭間にいた。お母さん。と心の中で問いかけるが、影は答えず、ただじっとかな子を見つめていた。かな子の目からは涙が溢れ、心の中で必死に助けを求めた。しかし、影はますます近づき、かな子の顔のすぐ近くで囁いた。逃げられない。朝が来るまで、かな子は一睡もできなかった。翌日、母親のユキに恐怖体験を話したが、ユキは信じてくれなかった。疲れているのよ。と言われるたびに、かな子の心は孤独感に包まれた。それでも、かな子はあの影の存在が現実であることを確信していた。ある日、学校から帰宅したかな子は、部屋の空気がいつもと違うことに気づいた。部屋の中には不気味な冷気が漂い、何かが変わっているように感じた。恐る恐る部屋に入ると、机の上に一枚の古い写真が置かれていた。写真には知らない女性と赤ん坊が写っていた。女性の顔は白く、不気味な笑みを浮かべていた。かな子はその写真を母親に見せた。ユキは驚きと困惑の表情を浮かべながら、この写真、どこで見つけたの？と尋ねた。かな子は、部屋に置いてあった。と答えると、ユキは急に顔色を変えた。これは、私の曽祖母よ。彼女はこの家で亡くなったの。その夜、かな子はまた金縛りに襲われた。影は再び現れ、今度は囁き声がはっきりと聞こえた。私を忘れないで。かな子は恐怖に震えながらも、その声に耳を傾けた。影の囁きは続き、あなたに伝えたいことがある。影の声が母親の曽祖母のものだと気づいたかな子は、そのメッセージを解読しようと決意する。しかし、影の存在はますます強力になり、かな子の心と体を蝕んでいく。影の囁きが意味するものを解き明かすため、かな子は恐怖に立ち向かう決意を固める。高校2年生になったかな子に、最も恐ろしい体験が待っていた。夜中に目を覚ますと、再び金縛りに襲われた。息苦しさとともに、部屋の隅にあの影が現れるのを感じた。今度は、
影はただの黒い影ではなく、白い顔を持つ女の幽霊の形をしていた。幽霊の目は空洞で、冷たい風が吹き抜けるような感覚がかな子を襲った。あなたを見つけた。幽霊の声は低く、心底冷え込むようだった。かな子は恐怖に震えながらも、その声を聞き逃すまいと必死だった。幽霊の顔は曽祖母の写真に写っていた女性とそっくりだった。かな子の心臓は激しく鼓動し、全身が硬直した。声は続けて囁いた。あなたの助けが必要なの。かな子は母親に相談し、二人で神社に赴いてお祓いを受けることにした。神主は家計に関わる霊の存在を感じ取り、特別な儀式を行うことを提案した。お祓いの最中、かな子は奇妙な感覚に包まれ、頭の中に様々なイメージが浮かび上がった。曽祖母の悲しみや絶望、そして助けを求める叫びが聞こえてきた。しかし、幽霊は簡単には消えなかった。お祓いを受けた後も、かな子は幽霊の存在を感じ続けた。日常生活にも支障をきたし、夜も眠れない日々が続いた。学校でも集中力を欠き、友人たちとの関係もぎこちなくなった。ある晩、かな子は再び金縛りに襲われ、目の前に幽霊が現れた。今度は幽霊が何かを訴えるように手を伸ばしてきた。お願い、助けて。幽霊の手がかな子の手に触れた瞬間、かな子は激しい寒気に襲われた。しかし、その手からは何かを伝えようとする強い意志が感じられた。かな子は幽霊のメッセージを解読しようと、家族の歴史について調べ始めた。母親に曽祖母のことを尋ねると、ユキは悲しげな表情で語り始めた。曽祖母は若い頃に大きな不幸に見舞われ、その悲しみを抱えたままこの家で亡くなったという。かな子は曽祖母の遺品を調べ、その中に古い日記を見つけた。日記には曽祖母の苦しみと悲しみが綴られており、彼女が助けを求めていたことが明らかになった。かな子は曽祖母の魂を解放するために、日記に書かれた最後の願いを果たすことを決意した。その夜、かな子は再び幽霊と対峙する。幽霊の目は悲しみに満ちていた。あなたの助けが必要なの。かな子はその声に応え、曽祖母の願いを成し遂げるための行動を起こす。お祓いの後も、かな子は幽霊の存在を感じ続けた。日常生活にも支障をきたし、夜も眠れない日々が続いた。母はかな子を守るためにさらに強力な霊媒師を呼び、家全体を清める儀式を行った。儀式の最中、家中の電気が一斉に消え、幽霊の笑い声が響き渡った。かな子は勇気を振り絞って幽霊に立ち向かう決意を固めた。曽祖母の霊が何を求めているのかを解明し、彼女を解放することがかな子の使命となった。幽霊の囁き声が繰り返し耳に響く中、かな子は曽祖母の日記に書かれた最後の願いを思い出した。それは、家族の絆を取り戻す、というものだった。かな子は母と共に、曽祖母の遺品を整理し始めた。古い写真や手紙を通じて、曽祖母がどれだけ家族を愛していたかを知った。その中で、かな子は曽祖母が大切にしていた一枚の絵を見つけた。それは、曽祖母とその家族が幸せそうに笑っている絵だった。絵を見つけたかな子は、これこそが曽祖母の願いを成し遂げる鍵だと直感した。母と共に絵を持ち、曽祖母の墓参りに行くことを決意する。墓前でかな子は絵を捧げ、曽祖母の魂を安らかにしてください。と祈った。その夜、かな子は再び幽霊と対峙した。幽霊の目は悲しみから解放されたように見えた。ありがとう。私の願いを叶えてくれて。幽霊の声は穏やかで、
優しさに満ちていた。かな子は涙を流しながら、もう苦しむことはないよ。と答えた。幽霊はゆっくりと姿を消し、部屋の中に暖かい光が広がった。それは、曽祖母の魂が安らかに旅立つことを示しているかのようだった。かな子は深い安堵感とともに、これで全てが終わったと感じた。翌朝、かな子は初めて安らかな眠りから目を覚ました。幽霊の存在が消え、家全体が穏やかな雰囲気に包まれていた。母も、もう大丈夫よ、かな子。曽祖母は安らかに眠っているわ。と微笑んで言った。かな子は家族の絆の大切さを改めて実感し、曽祖母の願いを叶えたことで自分も成長したことを感じた。幽霊の囁き声がもう聞こえないことに感謝し、かな子は新しい日々を前向きに歩み始めた。それでも、かな子は決して忘れない。幽霊が教えてくれた家族の絆の大切さを、そして、恐怖の中で得た勇気と強さを。かな子の心には、曽祖母の愛とともに新たな決意が刻まれていた。家族の絆がより一層強まり、かな子は曽祖母の思いを胸に刻みながら、新しい未来に向かって歩み始めた。見守る存在。ミカは、ある日突然体調を崩し、病院を訪れることにした。医師は風邪と診断したが、処方された薬を飲んでも症状は一向に改善しなかった。数日後、熱はますます上がり、激しい頭痛と倦怠感がミカを襲った。心配した家族に連れられ、再び病院を訪れたミカは、待合室で意識が朦朧とし始めた。医師たちは迅速に対応し、彼女を検査室へ運んだ。検査の結果、ただの風邪ではなく、より深刻な病気である可能性が高いことが判明した。ミカさん、すぐに入院して精密検査を受ける必要があります。と医師は告げた。家族は不安と恐怖に包まれながら、ミカの入院準備を手伝った。ミカはベッドに横たわり、病室の天井を見つめていた。不安な気持ちで眠れない夜を過ごす中、病室の隅にふと黒い影が見えることに気づいた。その影は徐々に近づいてくるように感じられ、ミカは恐怖で身動きが取れなくなった。夜が明け、再び医師たちが検査のためにやってきた。ミカは自分の体調の悪化とともに、心の中に広がる不安と恐怖についても話すべきか悩んでいた。しかし、家族や医師に心配をかけたくない一心で、そのことは口にしなかった。病院での生活が始まり、昼間は検査や治療に追われる日々が続いた。家族も交代で見舞いに訪れ、ミカの回復を願って励ました。しかし、夜になると再び黒い影が現れ、ミカを悩ませた。そんなある日、ミカはエレベーターで研修医の小林と乗り合わせた。小林はミカの顔色を見て異変に気づき、すぐに詳細な検査を提案した。ミカは小林の鋭い観察力と迅速な対応に希望を見出し、検査を受けることに同意した。これで何かわかるといいですね。と小林は優しく微笑んだ。ミカの運命は、この若き研修医の手に委ねられることとなった。エレベーターで出会った研修医の小林は、ミカの症状を一目見て、ただの風邪ではないことに気づいた。小林はミカの病室に戻ると、即座に上級医師たちに状況を説明し、詳細な検査を指示した。これは単なる風邪じゃない。もっと詳しい検査が必要です。小林の言葉に、家族は一縷の望みを託した。彼の鋭い観察力と迅速な判断は、
ミカの命を救うかもしれない希望を与えた。検査結果は驚くべきものだった。ミカは髄膜炎を患っており、即座に治療が必要だった。小林の指示のもと、治療が開始され、ミカの容体は次第に安定していった。小林先生、本当にありがとうございます。あなたのおかげで母は助かりました。家族の感謝の言葉に、小林は謙虚に答えた。私はただ、やるべきことをやっただけです。でも、無事に回復して本当に良かった。ミカの容体は回復に向かい、家族も安堵の表情を浮かべた。しかし、夜になるとミカは再び不安に襲われた。病室の隅に現れる黒い影は、一体何なのか。彼女はその影が徐々に近づいてくるのを感じ、恐怖で眠れない夜を過ごした。ミカの入院生活は、昼間こそ安定していたが、夜になると不安が募る日々だった。ある日、ミカは病室の壁に小さなシミがあることに気づいた。そのシミは日を追うごとに大きくなり、やがて人の顔の形を成した。不思議なことに、その顔を見ているとミカの吐き気は収まり、自然と眠りに落ちることができるようになった。その顔は美しく、どこか温かい感じがした。これは神様が私を見守ってくれているんだ。ミカはそう感じるようになり、神様の存在を信じるようになった。しかし、夜になると再び黒い影が現れ、シミの顔と対峙するように立っていた。ミカは恐怖と安堵の狭間で揺れ動きながらも、少しずつその影の存在に慣れていった。ある夜、ミカは夢の中で黒い影と対話するような感覚に陥った。影は何かを伝えようとしているようだったが、その言葉ははっきりとは聞き取れなかった。ただ、不思議なことに、その対話の後、ミカの心には少しずつ平静が戻っていった。神様の存在なんて信じていなかったけど、今回のことで信じるようになったわ。ミカは家族にそう話し、これまでの出来事を感謝の気持ちで振り返った。もし母親が助からなければ、自分も妹も生まれていなかったのだ。ミカは自分の命が家族によって支えられていることを実感し、家族との絆を深めることができた。退院の日が近づくと、ミカは次第に気持ちが高揚していった。病院のスタッフや小林先生に感謝の気持ちを伝え、退院後の新たな生活に希望を抱いた。退院の日、ミカは病院の玄関を出ると、暖かい風に包まれた。そして、我々は人間を見守っている。という声が聞こえたような気がした。神様の存在なんて信じていなかったけど、今回のことで信じるようになったわ。ミカは家族にそう話し、これまでの出来事を感謝の気持ちで振り返った。しかし、退院後も時折、家の中で黒い影を見ることがあり、その度に不安がよぎった。ミカはその影が自分を見守ってくれているのか、それとも何か別の意図があるのかを考え続けた。退院後の生活は、以前よりも大切に思えるようになった。ミカは家族と過ごす時間をより一層大切にし、毎日の小さな幸せをかみしめるようになった。しかし、夜になると時折感じる黒い影の存在が、ミカの心に不安をもたらした。ある晩、ミカは再び黒い影を感じた。影は今までよりもはっきりとした形を持ち、ミカのそばに立っているようだった。彼女は恐る恐るその影に話しかけた。あなたは誰なの？影は何も答えず、ただ静かに佇んでいた。しかし、その存在はミカに不思議な安心感を与えた。ミカは次第に、その影が自分を見守ってくれているのだと感じるようになった。それでも、影の正体がわからないことに対する恐怖は拭えなかった。ミカは再び小林先生に相談しようと思ったが、
医師としての小林の立場を考え、霊的な問題について話すことに躊躇していた。代わりに、ミカは母親に話をした。母親はミカの話を聞き、少し考え込んだ後、静かに言った。その影が見守ってくれているのだとしたら、きっと何か伝えたいことがあるのかもしれないね。心を開いて、その存在を受け入れてみるといいわ。ミカは母親の言葉を胸に、影に対する恐怖を少しずつ克服しようと努力した。ある夜、再び黒い影が現れた時、ミカは静かに目を閉じ、心の中でその影に話しかけた。あなたが見守ってくれているのなら、どうか私に伝えたいことを教えてください。その瞬間、影はふっと消え、ミカの心には不思議な安堵感が広がった。彼女はその夜、久しぶりに安らかな眠りについた。次の日から、ミカは家の中で影を見ることがなくなった。しかし、その存在を感じることはできた。ミカはその影が自分を見守り、導いてくれていると確信するようになった。家族もまた、ミカの変化に気づき、彼女の話を信じ、支え続けた。こうして、ミカは新たな希望とともに、家族との絆を深めながら日々を過ごしていった。ミカは助かった命を大切にし、家族への感謝の気持ちを強く持つようになった。もし母親が助からなければ、自分も妹も生まれていなかったのだ。ミカは自分の命が家族によって支えられていることを実感し、家族との絆を深めることができた。退院後、ミカは家族と一緒に過ごす時間をより一層大切にし、毎日の生活に感謝するようになった。彼女の体調は徐々に回復し、日常生活に戻ることができた。しかし、ミカの心には未だに黒い影の存在が残っていた。彼女はその影が自分を見守っていると感じていたが、時折不安がよぎることもあった。そんなある日、新規入居者の山田という60歳過ぎのおじさんが急激に変わり、孤独死するという事件が起きた。山田さんは一人暮らしで、近所付き合いもあまりなかったため、彼の死は突然のことだった。彼の孤独死は近隣住民に大きな衝撃を与え、ミカもまた、その出来事に心を痛めた。山田さんの死後、夜中の3時になると線香の匂いがするようになった。ミカは最初、その匂いに気づいたとき、不思議な感覚に包まれた。彼女は祖母の法事を思い出し、その匂いが山田さんの魂の存在を示しているのではないかと感じた。ミカは家族にそのことを話し、皆で話し合った結果、山田さんの霊が挨拶に来ているのではないかという結論に達した。家族は山田さんの霊を供養するため、小さな祭壇を作り、毎晩線香を焚いて祈りを捧げることにした。山田さんもきっと見守ってくれているんだわ。ミカはそう話し、家族全員がその言葉にうなずいた。祈りを捧げることで、ミカの心には次第に平穏が戻ってきた。線香の匂いは49日が過ぎると収まり、ミカは山田さんの霊が成仏したのだと感じた。線香の匂いが消えた後も、ミカは家族と一緒に山田さんのことを思い出し、彼の魂の安らぎを願った。彼女は自分が生きていることの意味を改めて考え、家族との絆をより一層深めていった。ミカは、見守る存在が自分たちを支えてくれていることを感じながら、毎日を大切に生きるようになった。家族もまた、ミカの経験を通じて、見守る存在の存在を信じるようになった。彼らは日常の小さな幸せに感謝し、困難な状況でも支え合うことの大切さを学んだ。ミカはその後も健康に気をつけ、家族との時間を楽しむことを心がけた。ある日、ミカは家族と一緒に庭で過ごしていた。風に揺れる花々を見ながら、
彼女はふと黒い影のことを思い出した。今ではその影は姿を見せることはなくなったが、ミカの心の中には、見守る存在がいつもそばにいるという安心感が残っていた。これからも家族と一緒に幸せに過ごしていこう。ミカはそう心に誓い、家族との絆を大切にしながら、新たな日々を迎えることを決意した。こうして、ミカの家族は見守る存在に支えられながら、新しい生活を続けていった。呪われた人形。佐藤玲奈は、友人の中村舞から古い日本人形を贈られた。舞が祖母から譲り受けたその人形は、精巧な作りで、まるで生きているかのような美しさだった。玲奈はその美しさに魅了され、すぐに部屋に飾った。しかし、人形を飾った翌日から、玲奈の周りで不気味な現象が起こり始めた。小さな違和感から始まり、徐々に不気味な現象へと変わっていった。夜中に不気味な物音が聞こえ、誰もいないのに足音が響き渡る。玲奈は、気のせいだ。と自分に言い聞かせようとしたが、不安は日に日に強くなっていった。友人たちも、最近、変なことが多いね。と口にするようになり、シェアハウス全体が不安な雰囲気に包まれていった。ある晩、玲奈は深夜に目を覚ました。時計の針は午前3時を指していた。突然、カタカタ、と物音が聞こえ、玲奈は驚いて布団をかぶった。しかし、その音は止まることなく続き、やがて玲奈の部屋の外から聞こえるようになった。玲奈は恐怖に駆られ、友人たちを起こそうとするが、誰も反応しない。やがて、玲奈は意を決して部屋のドアを開ける。廊下には誰もいない。しかし、薄暗い廊下の奥で、人形がこちらを見つめているような気がした。玲奈の住むシェアハウスで、不気味な、カタカタ、という物音が響き渡る。友人たちもその不気味な音に気づき、不安が募っていくが、誰もその正体を見つけられない。ある晩、玲奈は人形がかすかに動いたような気がした。舞は、気のせいだよ。と笑って言うが、玲奈の不安は消えない。次第に、玲奈は人形が自分を見つめているような気がしてならなかった。ある時、友人の一人が、この人形、なんか不気味だね。と漏らす。玲奈はその言葉に同意しつつも、人形を捨てる勇気が出ない。不気味な現象が頻繁に起こり、玲奈は不眠症に苦しむようになる。夜中に何度も目が覚め、恐怖で眠れなくなった。友人たちも同じように不安を感じ始め、シェアハウスの雰囲気はますます不穏なものとなっていった。玲奈はある夜、友人たちと集まり、人形について話し合った。この人形、もしかして呪われているんじゃない？と一人が言う。玲奈はその可能性に驚きつつも、自分の感じていた不安が現実のものとして捉えられるようになった。ある夜、玲奈は、助けて、という叫び声で目を覚ました。夢の中で人形が何か訴えているように感じた。友人たちも同じように悪夢を見るようになり、シェアハウス全体が不気味な雰囲気に包まれた。玲奈は夜中に人形が動き回っているような気がして苦しみ、精神的に追い詰められていった。友人たちも同じように恐怖を感じ、誰も夜中に一人で部屋を出ることができなくなった。シェアハウスは暗闇に包まれ、異様な静けさが漂っていた。ある日、玲奈はネットで人形の過去を探し始めた。人形には悲しい過去があり、その呪いが人形に宿っていることが分かった。
人形がかつての持ち主を呪っていたという話を見つけ、レーナは恐怖に震えた。友人たちと相談し、レーナはお祓いをすることを決意するが、その準備は簡単ではなかった。レーナたちは地元の神社に相談し、お祓いの方法について詳しく聞いた。神社の神主は、人形の呪いを解くには特別な儀式が必要であり、その儀式には特別な道具と場所が必要だと説明した。レーナたちは神社の指示に従い、お祓いの準備を進めることにした。レーナと友人たちは、決意を固め、お祓いの儀式を行うことにした。儀式が近づくにつれ、レーナたちの緊張と不安は高まっていった。夜になると、人形の動きが激しくなり、レーナたちは恐怖に耐えなければならなかった。儀式の前夜、レーナは再び夢の中で人形の声を聞いた。夢の中で人形は、助けて、私を解放して、と繰り返し訴えていた。レーナはその夢が現実なのか悪夢なのかわからなくなり、恐怖でいっぱいになった。儀式当日、レーナと友人たちは神社に集まり、神主の指示に従って儀式を始めた。儀式の最中、人形は激しく動き出し、まるで何かに抵抗しているかのようだった。レーナたちは恐怖に震えながらも、儀式を続けた。神主が唱える祈りの言葉に合わせて、レーナたちは一心に祈りを捧げた。儀式が進むにつれ、人形の動きは徐々に弱くなっていった。最後には、人形は静かに動かなくなり、まるで呪いが解けたかのようだった。レーナたちはその瞬間、深い安堵と喜びに包まれた。儀式が終わった後、不思議な現象は収まり、レーナたちは平穏な日常を取り戻した。人形は神社に奉納され、レーナは再び笑顔を取り戻した。友人たちも安心し、シェアハウスには再び平穏が訪れた。レーナと友人たちは、ついにお祓いの儀式を行った。儀式の最中、人形は激しく動き出したが、最後には静かに息を引き取った。儀式が終わった後、不思議な現象は収まり、レーナたちは平穏な日常を取り戻した。人形は神社に奉納され、レーナは再び笑顔を取り戻した。友人たちも安心し、シェアハウスには再び平穏な日常が戻ってきた。レーナはその後も、時折人形のことを思い出すことがあったが、恐怖に駆られることはなかった。レーナと友人たちは、今回の経験を通じて絆を深めることができた。彼女たちは互いに支え合い、恐怖を乗り越えることができた。その後、レーナは人形にまつわる話を他の友人たちに語り、彼女たちの恐怖体験は一つの都市伝説となった。レーナは、あの不気味な人形が自分たちに与えた恐怖を忘れることはなかったが、それでも平穏な日常を取り戻すことができた。彼女たちは、これからも仲間と共に、明るい未来を築いていくことを誓った。悪夢の再来。田中健太は、幼少期から内向的で、読書や絵を描くことが好きな静かな少年だった。彼の家庭は温かく、両親と妹の4人家族で、何不自由ない日々を過ごしていた。だが、小学4年生の冬、健太の平穏な生活は一変する。ある晩、健太は突然体が動かなくなった。目は開いているのに、体はまるで重しを乗せられたかのように動けなかった。健太は金縛りの状態に陥り、息をするのも困難だった。部屋の中は寒く、静寂に包まれていたが、
健太の心は恐怖で凍りついていた。その時、彼の視界の隅に異様なものが映り込んだ。恐ろしい顔をした女性の幽霊が、健太のベッドの足元に立っていたのだ。幽霊の顔は青白く、目はうつろで、口元には不気味な笑みが浮かんでいた。彼女は古びた和服をまとい、髪は乱れて肩に垂れていた。健太はその姿を見た瞬間、全身に鳥肌が立ち、恐怖に震えた。幽霊はゆっくりと健太の方に近づいてきた。彼女の目はうつろで、まるで魂が抜けたかのようだった。健太はその目に見つめられると、全身に寒気が走り、体がさらに硬直した。幽霊は健太の顔のすぐ近くまで来ると、冷たい手を彼の方に当てた。その瞬間、健太は心臓が止まりそうなほどの恐怖を感じた。健太は目を閉じ、なんとかこの恐怖から逃れようとした。やがて朝が来て、金縛りは解けた。健太は布団から飛び起き、辺りを見回したが、幽霊の姿はどこにもなかった。しかし、その恐怖の記憶は鮮明に残り、彼の心に深い傷を刻んだ。それ以来、健太は夜が来るのが怖くなり、眠ること自体が恐怖となった。この恐怖体験は、彼の中に根深く残り続けた。金縛りは何度も繰り返され、その度に恐ろしい顔をした幽霊が現れるのだった。健太は、この悪夢が再びやってくることを恐れながらも、なんとか日常を過ごしていた。中学校に進学した健太は、金縛りが頻繁に起こるようになった。新しい学校生活に慣れようと努力していたが、夜の恐怖が彼の心を重くしていた。友達との会話や授業中も、ふとした瞬間にあの幽霊の顔が頭をよぎり、不安に駆られることが多かった。ある日、健太は特に激しい金縛りに襲われた。ベッドに横たわっていた彼は、突然体が硬直し、動けなくなった。息をするのも困難で、目だけが周囲を見渡すことができた。その時、幽霊の姿がはっきりと見えるようになった。幽霊はいつものように健太の足元に立ち、冷たい視線を彼に向けていた。彼女の顔は恐怖に歪んでおり、口元には不気味な笑みが浮かんでいた。幽霊は夜中の同じ時間帯に現れることが多く、健太はその時間が近づくと恐怖で眠れなくなった。幽霊は徐々に健太の方に近づき、その冷たい手で彼の胸に触れるたびに、健太は心臓が止まりそうなほどの恐怖を感じた。健太は友達や先生にこの話をする勇気がなかった。誰にも理解してもらえないだろうと感じていたからだ。しかし、夜が来るたびに恐怖は増し、やがて彼の心と体は限界に達しつつあった。彼はついに、母親の田中明子に相談することを決意した。明子は健太の話を静かに聞き、かつて自分も同じような金縛りに悩まされていたことを打ち明けた。彼女は健太に優しく語りかけ、松本さんという霊能者にお祓いをしてもらったの。そのおかげで、私は金縛りから解放されたのよ。と話した。健太は母親の言葉に励まされ、霊能者の松本を訪れる決心をした。健太と明子は、霊能者の松本のもとを訪れた。松本は彼の話をじっくりと聞いてくれた。松本は健太に、金縛りの原因として、幽霊が何かを伝えようとしている可能性があると語った。幽霊は、かつて何らかの未練を残して、この世に留まっているのかもしれないという推測だった。松本は健太に、お祓いの儀式を行うことを勧め、特別な儀式を行うことになった。儀式の前夜、健太は再び夢の中で幽霊の声を聞いた。助けて、私を解放して。と幽霊は繰り返し訴えていた。
健太はその夢が現実なのか悪夢なのかわからなくなり、恐怖でいっぱいになった。しかし、母親と松本の支えが彼の心の支えとなり、彼は勇気を持って儀式に臨むことができた。儀式当日、健太と明子は松本のもとに集まった。松本は落ち着いた声で祈りを捧げ、健太に対して特別な儀式を行った。儀式の最中、健太は再び金縛りに襲われたが、松本の祈りの言葉に合わせて、心を落ち着けることができた。儀式が終わると、健太は初めて心から安堵の息をつくことができた。彼の心には、まだ恐怖の記憶が残っていたが、ようやく安心して眠ることができるようになった。中学校での恐怖を乗り越えた健太は、高校に進学し、新しい環境での生活を楽しんでいた。友達も増え、勉強にも意欲を見せていたが、心の奥底にはまだあの夜の恐怖が残っていた。高校生活が順調に進む中、健太は再び夜の恐怖と向き合うことになる。ある晩、健太は再び金縛りに襲われた。目を覚ますと、体は動かず、ただ冷たい汗が流れるだけだった。再び幽霊が現れるのではないかという恐怖が、彼を捉えて離さなかった。健太はこのままではいけないと思い、再び母親の田中明子に相談することにした。明子は健太の話を静かに聞き、温かい言葉をかけたが、健太にもう一度松本を訪れることを勧めた。健太は松本を再度訪れる決心をし、母親と共に霊能者のもとを訪れた。松本は健太の再来を歓迎し、再び彼の話をじっくりと聞いてくれた。松本は、健太の金縛りが再発した原因を探り、幽霊はまだ何かを伝えようとしているのかもしれません。と語った。松本は健太に、お祓いの儀式を再度行うことを勧めた。彼は、健太が完全に金縛りから解放されるためには、もう一度強力な儀式が必要だと感じていた。健太は松本の言葉に従い、儀式の準備を進めることにした。儀式の前夜、健太は再び夢の中で幽霊の声を聞いた。助けて、私を解放して。と幽霊は繰り返し訴えていた。健太はその夢が現実なのか悪夢なのかわからなくなり、恐怖と混乱の中で眠りについた。しかし、母親と松本の支えが彼の心の支えとなり、彼は勇気を持って儀式に臨むことができた。儀式当日、健太と明子は松本のもとに集まった。松本は再び祈りを捧げ、健太に対して特別な儀式を行った。儀式の最中、健太は再び金縛りに襲われたが、松本の祈りの言葉に合わせて、心を落ち着けることができた。幽霊の姿が再び現れたが、松本の力によって徐々にその姿は消えていった。幽霊は最後に健太に向かって微笑み、静かに消えていった。儀式が終わると、健太は恐怖から解放されたことを実感した。彼は夜の恐怖を乗り越え、前向きに日常を過ごせるようになった。母親と松本の支えに感謝し、健太は新たな一歩を踏み出した。高校に進学した健太は、再び金縛りに襲われることを恐れていた。しかし、松本のお祓いのおかげで金縛りは完全に解消されていた。幽霊の声や姿が再び現れることはなく、健太は平穏な日常を取り戻した。彼は母親や松本に感謝し、これからの生活に前向きに取り組むことを誓った。高校生活が始まり、健太は新しい友人たちと出会い、楽しい日々を過ごすようになった。部活にも積極的に参加し、毎日が充実していた。だが、心の奥底には、再びあの恐怖が訪れるのではないかという不安が
わずかに残っていた。ある夜、健太は再び金縛りの夢を見た。夢の中で、幽霊が彼に何かを訴えているように感じた。しかし、目が覚めると、それはただの悪夢であることに気づいた。健太はこの夢に怯えることなく、自分の心がまだ完全に恐怖から解放されていないことを自覚した。健太は再び松本を訪れることに決めた。松本は健太の話を聞き、彼が完全に恐怖から解放されるためには、自分自身の心の中で解決する必要があると語った。松本は健太に、自分の心と向き合い、恐怖に立ち向かう方法を教えてくれた。松本の助言を受けて、健太は自分の恐怖と向き合う決意をした。彼は毎晩、リラックスするための瞑想を行い、心を落ち着けることに努めた。また、幽霊の姿が頭をよぎるたびに、それが現実ではなく、ただの記憶であることを自分に言い聞かせた。日々の瞑想と自己対話を続けるうちに、健太の心は次第に落ち着いていった。彼は自分の内面と向き合い、恐怖を克服する力を身につけた。そして、再び幽霊の姿を見ることなく、平穏な日常を取り戻すことができた。高校生活の中で、健太は新しい友人たちとも深い絆を築くことができた。彼は自分の経験を友人たちに話し、恐怖に立ち向かう勇気を持つことの大切さを伝えた。友人たちもまた、健太の話に耳を傾け、自分たちの心の中にある恐怖や不安に向き合う勇気を得た。健太は、自分が経験した恐怖とその克服の過程を通じて、他人を助けることができることに喜びを感じた。彼は松本に再び感謝の気持ちを伝え、これからも自分の心を強く保つことを誓った。高校卒業後、健太は大学進学を控え、新たな生活に胸を膨らませていた。彼は自分が経験した恐怖とその克服の経験を生かし、未来に向かって前向きに進む決意を新たにした。幽霊の恐怖はもう彼の心を支配することはなく、彼は平穏な日常を楽しむことができるようになった。健太は高校を卒業し、大学進学を控えた新たな生活が始まった。彼の心は希望に満ち溢れていた。これまでの恐怖の経験を乗り越えたことで、健太は自信を持って未来に進むことができた。彼は自分の心の強さと、家族や友人、霊能者の松本に感謝の気持ちを抱きながら、平穏な日常を過ごしていた。大学生活が始まり、新しい友人たちとの出会いが、健太の毎日をさらに充実したものにしていた。授業やサークル活動に積極的に参加し、毎日が新しい発見と挑戦の連続だった。健太は過去の恐怖が嘘のように感じられるほど、心の安定を取り戻していた。ある日、健太は母親の田中明子と電話で話している時に、再び松本のことを思い出した。健太は母親に、本当に松本さんには感謝しているよ。おかげで平穏な生活を送ることができる。と伝えた。明子もまた、健太の成長を喜び、あの時、松本さんに相談して本当に良かったわ。と笑顔で答えた。健太は大学での生活を続けながら、自分が経験した恐怖とその克服の過程を他の人にも伝えることに努めた。彼は自分と同じように恐怖に悩む人々に寄り添い、助けることができることに喜びを感じた。友人たちや後輩にも恐怖に立ち向かう勇気を持つことの大切さを話し、彼らの支えとなった。月日は流れ、健太は大学を卒業し、社会人として新たな一歩を踏み出した。彼は過去の経験を生かし、どんな困難にも立ち向かう強さを持つことができた。幽霊の恐怖は、もう彼の心を支配することはなく、
平穏な日常を楽しむことができるようになった。健太はこれからも自分の経験を通じて他人を助けることを続けると誓った。彼は松本や母親、友人たちへの感謝の気持ちを胸に、新たな人生を歩み続けるのだった。